ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、現在ロシア軍で最も激しい攻勢作戦に出ている傭兵会社ワグネルの現況について取り上げていこうと思います。現在ワグネルが突撃作戦を指揮していると言われているのは、東部戦線のバフムート付近における戦いです。ただし、ワグネルが最も多くの戦果を上げているのは、彼ら自身の前進ではなく、彼らが特戦することによって突撃命令を下されている動員兵によって徐々に前進をしているという話であって、決してロシア軍全体で勝っているわけでもなければ、ワグネル自体が圧倒的な戦果を上げているわけでもありません。ただし、犠牲者がいくら出ても構わないという前提条件での突撃命令は、ウクライナ軍にも出血を強いる攻撃であり、なかなか侮れないものがあります。しかし、そのようなワグネルにも転機が訪れたようです。現地において活動拠点としていた建物がウクライナ軍に攻撃され、かなりの大打撃を負ったというのです。一体どのように報じられるか、そして最近のロシア側の国民世論の変化などについても今回は取り上げていこうと思います。それでは関連ニュースを見ていきましょう。ワグネル拠点の攻撃に成功、傭兵の半数が死亡、ルハンシク州知事。12月11日にウクライナから発信された情報によると、ロシアの著名な傭兵集団の本部が攻撃によって壊滅的な被害を受けた。ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、ウクライナ侵攻によって窮地に陥っているが、この事件はさらなる打撃になりそうだ。攻撃されたのは、ルハンシク州カディフカ市に本部を置く民間軍事会社ワグネルグループ。この情報を発信したルハンシク州のハイダイ知事によると、ワグネルが拠点にしているホテルがウクライナ軍に攻撃され、グループに属する民間軍事請負業者 PMC の被害は大きく、半数が死亡する見込みだという。BBC の報道によると、ワグネルはロシア政府の命令で動く国家支援の傭兵組織であり、数々の戦争犯罪や虐待で告発されたことがある。ワグネル所属の傭兵は長年にわたり、クリミア、シリア、リビア、マリ、中央アフリカ共和国など内戦の渦中に派遣されている。プーチンの側近でワグネルの責任者であるロシアのオリガルヒ、プリゴジンは攻撃の後、自分も息子のパベルはホテルにいなかったことを確認した。インターネット上にはウクライナ軍の攻撃によって炎上する建物といったものがかなり遠くからの写真でしか出回ってはいません。ですから、実際どれだけの被害が出たかその詳細については不明です。しかし、どれほどの被害なのかといったことを一旦横に置いておくとしても、ワグネルが拠点としている建物がウクライナ側に筒抜けであり、そのために攻撃を受けたということそれ自体が、情報戦においてウクライナ側が有利に立っていることを意味しています。さて、戦いが続いていくことによって国民世論がどう変化しているか、ロシア側の様子を少し見てみましょう。ロシア世論、停戦が多数派、動員影響、侵攻継続上回る。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、越年の雰囲気が漂う中、ロシア国民の間で停戦交渉を求める声が作戦継続を上回っているとする世論調査結果が明らかになった。独立系メディアは前線で続く苦戦と部分動員令が背景にあると指摘。独立系メディアメドゥーザは11月30日、大統領府が治安機関を通じて実施した非公開の世論調査結果を入手し、内容を伝えた。それによると、停戦交渉への支持は7月に 32% だったが、動員令後の11月は 55% に増加。逆に作戦継続を主張する意見は7月の 57% から 25% に減少した。調査は戦争自体への賛否ではなく、長期化の可否を問うもの。国民がこれ以上長引くのを嫌っている実態が浮かび上がったと言える。メドゥーザによれば、同センターのボルコフ氏は侵攻に対する民意について支持は依然として大きいが、個人として関与したいという願望は小さいと解説。停戦支持の増加は国民の生死に関わる動員令が影響したと分析した。最後に戦況マップを少し紹介しておきましょう。今のところ戦線の動きはかなり微妙なものとなっています。南部戦線においてはドニプロ川を挟んでの戦いとなっているため、大きく動く気配は全くありません。また東部戦線においても、ヘルソン州から移動した部隊がどこに配置されているかは未だ不明のままで、ウクライナ軍が大規模攻勢に出たという話は出ていません。これについてウクライナの国防大臣は、もっと寒さが本格化して、地面がしっかりと凍ってから大規模な作戦に移ることを予告しています。逆に言えば、まだまだ今は日中には気温が上がり、それに伴って降った雪などが溶け、地面がドロドロになる泥濘期のため、なかなか大規模な作戦行動は取れないと話しています。
そういったこともあって大きく戦線が動きづらい状況の中で、ロシア側はワグネルの特戦などもあってバフムート付近における突撃を繰り返し、それでもなおあまり戦線が動かないという状況になっています。これから冬が本格化してからの方が激しい戦闘が起こると考えた方が良いでしょう。ここ最近大きく戦線が動くことはほとんど見られないようになりました。少し動いているよといった点はあるのですが、例えば一つ二つの集落を解放したといった程度では、全体を俯瞰してみた場合においては大きな変化にはなり得ません。そういった意味では東部戦線においてウクライナ軍が13の集落を取り戻したという話をハイダイ知事がしていましたが、大都市を取り戻したわけではないので、なかなか地図に反映されづらい部分があります。一方、ロシア軍はバフムート付近においては徐々に進展したんだ。我々は大勝利を収めている快進撃だ。ウクライナ軍が毎日壊滅していると発表を続けています。このあたりの発表の少し乱雑さというものを見ると、終戦近くの大本営発表のようなかなりうさんくさいものになっていて、もともと信頼性のない情報発信だったものがさらに質の劣化を見せています。このあたりはロシア軍のかなり苦しい現状を表しているとさえ言えるでしょう。そして今回はワグネルグループの拠点としている建物が攻撃を受け、多くの人が亡くなっただろうという報道だったわけですが、これは実は結構大きなニュースだと言えます。なぜならば、バフムト付近における繰り返される突撃には、その後ろにロシア兵が逃げ出さないようにロシア兵の正規軍であったり、傭兵部隊がいることによって成り立っている部分があります。そうでなければ、前進する先においてロシア軍の遺体が放置された状態なのがあちこちにあるような状況の中で、さあ突撃しろと言われてまともな精神で突撃を繰り返すのは非常に困難です。後ろには逃げれば撃たれるというようなかなりの恐怖心がなければ前に進むことすら難しいものです。ですから、そうした特戦の役目を負っていたワグネルの兵士が減るということは、それだけ突撃命令の効力が薄れていくことを意味します。また最近のロシア軍はウクライナ軍の反撃を恐れて竜の歯と呼ばれるコンクリート構造物をあちこちに設置することが増えています。しかしどこに配置しているかというのを見ると、現在の前線よりもかなり奥まったところへ配置している例が見られ、ロシア軍がかなり弱気になっていることを思わせます。またこれから雪が本格的に降った場合においては、そうしたコンクリート構造物というのは雪に埋もれますから、あまり意味がないかもしれません。春になって雪が溶けた後には意味があるかもしれませんが、その頃には前線は大きく動いているかもしれず、このあたりもちぐはぐな行動といったものに見えます。そうやってちぐはぐな行動を繰り返している中においても、特に大きなのが犠牲者がいくら出ても構わないといったような無謀な突撃を繰り返している作戦行動であり、すでに現段階においても労働者の中核となるような男性の働き手たちもどんどんと国外へと脱出し、それに加えての動員令でさらに全産業から労働者を引き抜いている状況です。それらの人々の中からさらに訓練もろくにされずにどんどんと戦場に送り込まれて亡くなっている人たちはたくさん出ているわけですから、これらの人々の戦死の報告を受けた人々がだんだんと戦争反対へと傾いていくことは間違いありません。戦争が長引けば長引くほどロシアの産業全体としても衰退は進んでいきますし、プーチン大統領の政権基盤も弱っていくことでしょう。というわけで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。